こんにちは、おいです。こんにちは、きなです。今日は2026年3月18日に行われた AFC 女子アジアカップオーストラリア2026日本対韓国戦の準決勝について韓国サポーターと話していきます。ちなみにこれが準決勝で中国対オーストラリアは前日に試合をしていて、オーストラリアが決勝進出を決めているよ。勝ってオーストラリアと決勝だ。韓国は中3日、日本は中2日での試合となります。ハンデ戦だね。日本は前の試合から7人メンバーを入れ替えてのスタメンだね。準決勝でも相変わらずだ。韓国は4人メンバーを入れ替えてるね。韓国は7人同じメンバーなんだね。今回は韓国サポーター代表のドユンくんとリモートをつないでるよ。アンニョン。試合前から韓国サポーターはかなり熱いよ。日本が相手だからね。日本をたくさん意識してるんだね。じゃあ現地のリアルな話を聞かせて。任せて。試合前の韓国のみんなはどんな感じだったの？一言で言うと、とにかく熱かったね。もうシンプルに大韓民国ファイティン、いくぞって感じで、試合前から気持ちを全力で乗せてる空気が強かった。さすが日本戦って感じだね。そうそう。まずは背中を押す感じ。まっすぐな応援がすごく多かった。やっぱり応援の熱量がすごいんだね。しかも今回は相手が日本だから、その熱がさらに上がってる感じだった。日韓戦の勝利を願うっていう気持ちがかなり前に出てたよ。やっぱりそこは特別なんだ。特別だね。どうせなら日本には勝とう。とか、日本をぶっ倒してしまえ。っていうくらいかなり感情が乗ってた。僕もその空気はすごく感じたし、普通の1試合より気持ちが入るカードなんだよ。かなり燃えてるね。言い方も強いし絶対勝ちたい相手って感じが伝わる。本当にそう。中には、日韓戦で負けたらオーストラリアから泳いで帰る覚悟で走れば絶対勝てる。みたいな勢いのある言い方もあってさ、ちょっと大げさだけど、それくらい気持ちが前に出てた。めっちゃ本気だね。本気。本気だからこそ、ちょっと勢い強めの言葉になるんだと思う。それに勝ってほしいってだけじゃなくて、なんでこんなに可愛いの？っていう声もあったし、可愛いって言われてるんだ。韓国は男子も顔がかっこいいってコメントよく見るしね。でもさ、日本は強いって言ってる人はいないの？いたよ。日本はすごく強いチームで大変だと思うけど最善を尽くしてほしい。とか、後悔のない一戦にしよう。ここまで来ただけでもよくやった。怪我しないで最後までベストを尽くして。って言ってる人もいたよ。怪我しないではこっちもだよ。まあ、絶対勝てって言うだけじゃなくて、厳しい相手なのは分かってるけど最後まで応援するよっていう感じ。全体を通してみると、やっぱり一番強かったのは、行くぞ、やってやろう、絶対勝ちたいっていう熱さだね。韓国のみんなは試合前からかなりテンション高かったんだね。高かったね。これはもう気持ちの勝負でもあるって思ったし、日韓戦って聞いた瞬間に空気が変わる感じはすごくあった。それじゃあ試合開始だよ。前半が終了して2対0で日本がリード。私が好きな浜野ちゃんがすごいゴール決めたね。ハーフタイムの韓国サポーターはどうだった？もちろん重い空気はあったんだけど、それでもまだ終わってない。後半でひっくり返そうっていう気持ちはちゃんと残ってた。2点差でもまだいけるって感じだったの？ファイティン。とりあえず後半行ってみよう。まだ後半あるからもっと頑張ってほしい。っていう声はかなりあった。まず1点。そこから流れを変えたいっていう感じだったね。まだまだいけるって感じだ。そうそう。ビビるな。大丈夫。やってやろう。かなり押されてたからこそ、まず縮こまるなっていう感じ。確かに縮こまってると本来の力出ないもんね。本当にね。でも日本は強すぎる。レベル差があるのはみんな言ってる。前半のスタッツはこんな感じだったよ。シュート数は圧倒的だね。決定的なシーンもあったんだけど、あれを決めれてたら前半で試合は決めれてたね。日本の完成度に押されてる感じがかなり出てる。穴がすごいしね。穴ってどこ？守備はかなり言われてるね。守備と攻撃が穴って言ってる人に、じゃあ全部穴ってことじゃん。全体的にうまくいってないって言われてたね。確かにそれだと全部だ。でも前半の内容を見ると、そう言いたくなる気持ちもわかるよ。守備が自動ドアみたい。ハーフコートゲームどころか、ほぼハーフペナルティーボックスみたいだ。って感じる人もいたしね。ハーフペナルティーボックスまでは言ってないでしょ。そうなんだけどだから余計に、ビビるなっていう声がかなり出てたんだと思う。悪口は必要ない。ここまで来ただけでもすごいことだ。どうせなら最後まで応援しようってみんな思ってるみたいだね。やっぱり応援しないとね。後半あるんだから、まずやるだけやろう。時間はまだある。1点取ろう。
って完全に見放してるわけじゃなかった。なるほどね。厳しい現実は見えてるけど、応援はやめないって感じだ。まさにそれ。ただ怒ってるだけじゃない。しんどい前半だったのは分かってるから、そこを立て直してほしいって気持ちもあった。スタジアムにも韓国サポーターたくさんいたし、応援の声もすごかったもんね。確かに韓国の応援すごい聞こえてたね。でも日本めっちゃうまい。レベル差があるのは明らかだったから、監督変えたいっていう方向に行く人もいたし、今の体制に不満をぶつける人もいるんだよね。最近韓国サポーターからよく聞こえる体制問題だね。でもその中でも僕が一番強く感じたのは、もうダメだで終わってないことかな。日本が強いのは認めてる。うちはかなり苦しい。それでも後半はやってみようっていう声がちゃんと残ってた。2点差ではまだまだ心は折れてないんだね。じゃあ試合終了まで行くね。結果は4対1でなでしこジャパンの勝利。これで日本は決勝進出だね。韓国サポーターは試合後なんて言ってるの？葵さん、ひなちゃん、試合後はね、悔しさは大きいけど、それでもまずはお疲れ様っていう空気がかなりあったよ。そうなんだ。そう、最後まで汗を流してくれてありがとう。よく戦ってくれた。って結果は残念でも頑張り自体はちゃんと見てる人が多かった。僕もそこは同じで、まず攻めるより先に拍手したい試合だった。4失点するともっと荒れそうだけど、あったかいんだね。しかも後半は前半より良かったって思ってる人も多かったし、前半は縮こまりすぎたけど、後半はそれなりに良かった。とか、日本相手に1点返したのは良かった。っていう感じ。確かに、後半は韓国良かったもんね。前半はかなり硬かったけど、後半は少なくとも意地は見えた。最後まで諦めない姿が良かったっていう声もあったし、僕もそこは印象に残った。じゃあ試合後のみんなは、完全にボロ負けって感じだけで見てたわけじゃないんだ。そうそう。ただ、だからこそ前半もっとやれたんじゃないかって悔しさも強かった。最初からもっと攻撃的に言ってたらどうだったんだろうっていう声もあったし、前半にビビりすぎたって見てる人も多かったね。前半の不満が多かったんだ。かなりあった。パスミスが多かったとか、最終ラインが相手を見失ってるとか、守備ラインとキーパーの呼吸が合ってない感じとか、試合後になると、感情だけじゃなくて内容の話をする人も増えるんだよね。ちゃんと試合見てコメントしてる人が多いんだね。試合見てなさそうなコメントってよくあるもんね。その反省と同じくらい多かったのが、日本はやっぱり強かった。レベル差が見えたとか、日本は本当にうまかったとか、高い壁を実感したっていう声はすごく多かった。そこは受け入れてるんだね。受け入れてるね。根性とか気持ちだけじゃ埋まらない差だったっていう人もいたし、僕も正直そこは感じた。だからこそ、単純に気合が足りないで終わらせる空気ではなかった。じゃあ、何が違うと思ってるの？そこが大事で、試合後は支援とか環境の話までかなり広がってた。体系的な支援を考える時だとか、女子サッカーにもっと関心が集まってほしいとか、もっと資金や環境を整えてほしいっていう声が目立ってた。今回の敗戦をこの試合だけの話にしてないんだね。そう、日本は長く投資してきた。韓国はそこがまだ足りないっていう見方だね。民間も行政ももっと支えるべきだっていう声もあったし、劣悪な環境の中でもここまで来た選手たちはちゃんと評価されるべきだっていう流れはかなりあったよ。それって選手を責めるより、まず環境を見てる感じだね。まさにそれ。しかも必要以上に叩かれてきたことに怒ってる人もいた。僕もそこはかなり大きいと思ってて、負けたから何言ってもいいみたいな空気は違うよねって感じ。大会についてはどんなこと言ってるの？4強まで来たこと自体よくやったとか、前回準優勝に続いて今回4強なら十分いい成績だとか、ワールドカップでまたいい姿を見せてほしいっていう声も結構あった。負けた直後でも、もう次を見てるんだ。女子サッカーを今年初めて見たけど楽しかったっていう人までいたし、次はもっと上まで行ってほしいっていう期待もあった。だから日本に負けて悔しいで終わりじゃなくて、悔しいからこそ次につなげてほしいって感じなんだよね。負けて悔しいけど、次も応援する感じがするね。そうなんだよね。最後まで戦ってくれてありがとうっていう言葉が多かったのがそこに尽きると思う。負けたことは悔しいけど、終わりじゃないって見てる人がちゃんといる。いいね。試合後ってもっと荒れるだけかと思ったけど、それだけじゃなかったのがよくわかったよ。厳しさもあったけど、韓国女子代表そのものを応援したいっていう気持ちはちゃんと残ってた。だから僕は、悔しい敗戦っていうより、課題がはっきり見えた敗戦って感じで見てたかな。いいサポーターたちだね。ドユンくん話聞かせてくれてありがとう。葵さん、ひなちゃんこちらこそありがとう。とは。日本が決勝進出だね。
一応スタッツを見ておくとこんな感じ。今までの試合よりはシュート打たれちゃったね。韓国は前半は0対0で終わらせて後半から本気を見せる作戦だったみたいだよ。それなのに前半2点も取られちゃったんだね。確かに後半の韓国は前半よりも良くなってたもんね。監督の戦術は良かったけど選手がそれに応えられなかったんだ。結果的にはそうだけど、後半だけ見ても2対1で日本は勝ってるよ。決勝はオーストラリアと試合だね。日本は2大会ぶり3度目のアジアカップ優勝に王手だよ。完全アウェーの決勝戦だ。面白い情報があるんだけど、日本は2014年2018年に優勝してて、その時の決勝の相手がどちらもオーストラリアなんだよ。ということは今年も優勝しちゃうね。アウェーだしそんな簡単ではないと思うけどね。そっか、オーストラリアの方が1日多く休めるもんね。でもオーストラリアはパースからシドニーまで移動があるからね。日本がやった端から端の移動だ。4時間半ぐらいかかるんだよね。そうそう。しかもオーストラリアはグループリーグ1試合目のフィリピン戦がパース、2試合目のイラン戦がロビーナ、3試合目の韓国戦がシドニー、準々決勝準決勝がパース、それで決勝がまたシドニーだから移動がすごすぎなんだよ。それは大変だ。じゃあ中2日だからオーストラリアが有利ってことはないね。ちょっとこの移動はかわいそうだよね。逆に日本は1回しか移動してないからそこに関しては有利だ。勝てるかな？中国戦と北朝鮮戦見たけど後ろから繋ぐのが苦手っぽいから前からプレスしたらチャンスになるんじゃないかなって思ってる。オーストラリアって強豪とばかり試合してない？韓国、北朝鮮、中国と試合して決勝まで来てるからね。しかも決勝は日本と試合するから強化的にもかなりいい大会だよね。逆に日本は韓国とオーストラリアとしか強豪と試合できないのが少し残念。試合はいつ？3月21日18時キックオフだね。日本は勝てるよね。勝てると信じてるよ。日本頑張れ。ご視聴ありがとうございました。皆さん決勝は何対何になると思いますか？コメントに予想書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。時で